りのキャットラインとかを引いてしまうと大人っぽくなりすぎてしまう。先が柔らかいんですね。硬いものになってます。辛くなりすぎず甘辛ミックスです。皆さんこんにちは、紅林遥です。普段は雑誌ケラの読者モデルや、バンド無重力クッキーのボーカルをしています。今日はですね、デコラちゃんでも応用しやすいカラフルポップな釣り目メイクを紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。レッツスタート。まずコンタクトを入れます。カラコンセシルのニャンニャンシリーズブラウンというのを使っています。このシリーズはですね、丸いレンズの縁に、キサキサという模様があるんですけれども、この模様が一匹一匹が猫になっていまして、なのでギャルっぽいギザギザとはちょっと違って、くるっと可愛らしい印象にはなるものの、ナチュラルな仕上がりとなっています。今日は釣り目メイクということで辛口に仕上げるために小さめ 14mm を使ってます。ベースはマイ肌 CC クリームを使ってます。このベースはですね、非常に優秀でして、1本で割とカバー力が高いので、日焼け止めも入ってますし、くすみなんかもカバーしてくれます。次にキャンディードールのコンシーラーを使っていきます。アイとフェイスっていう2つの種類が入ってるんですけれども、このアイっていう方がちょっと暗めのコンシーラーになってまして、目の下のくぼみだとか、あとニキビ、あと、傷、それから小鼻のあたりにのせていくと、うまくカバーされて仕上がりが綺麗になります。それをポンポン叩き込むように塗っていったら、次はフェイスの方でハイライトを足していきます。フェイスの方はですね、明るいカラーになってますので、鼻筋、それから眉毛など、この高いところに塗っていくと非常にコントラストがはっきりして、釣り目メイクの時には役に立ちます。パウダーはですね、セザンヌのパウダー使ってます。CC クリームで十分なんですけれども、汗をかかない時期はパウダーを上にポンポンとのせるとだいぶ仕上がりが違うというか、よれがなくなるので非常におすすめです。なので薄付きでいいので、パフで取ったらこう手の甲とかにポンポンとのせてから顔全体にはたいていきます。キャンメイクのこれは夏のカラーなんですけれども、一番明るいグリーンで目尻の方を塗っていきます。本当に自分のこの目尻の上らへん、真上らへんからポンポンとのせていきまして、だんだん左右に広げていく感じです。だいたい目の半分ぐらいまでを塗っていけたら一番バランスがいいかなと思います。次はハイライトですね。パールとラメが入ってる白のパウダーを使ってるんですけれども、のせる場所はですね、このちょうど黒目に入る手前ぐらいまでをポンポンと、上が終わったら今度はくの字を描くように黒目の終わり、外側の方まで下をポンポンと叩いていきます。あんまり今回アイラインをがっつり引いてないので、白が反射して白目が、遠くから見るとちょっと綺麗めに見えるのがポイントです。次にアイラインを描いていきます。釣り目メイクとはいうものの、流行りのキャットラインとかを引いてしまうと、デコラは割と子供っぽいとか可愛らしいっていうのが主流なので、キャットライン引くと大人っぽくなりすぎてしまうっていうのが気になっていて、釣り上げるって思うよりは、こういう目があるとしましたら、キュッとこう釣り上げるのではなくて、上を平らにしてこうすると綺麗なアニメみたいな目ができるんですね。なので、なるべく目が開いた幅が高いところに合わせるような形でお尻の線を持っていきます。お尻の線から引いていって、真ん中までなるべく距離を詰めるように引いていき、ここから先は普通に引くのではなくて、今回アイライナーを変えてみました。目尻に使ったアイライナーはですね、先が柔らかいんですね。こんな風に細かいことができるんですけれども、これから使うアイライナーは太くて先が硬いものになってます。
細かいことはあまりできません。ちょっと太めな線になってしまいます。なのでまず人差し指で目を持ち上げて、内側の粘膜のところをちょん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 っていう風に引いていくと、先が硬いのでブレにくくてキュッとした内側の線が引くことができます。最後は目頭ですね。硬い方のペンで目頭を鼻の方にキュッと引っ張って、見えるか見えないか結構ギリギリのラインでいいと思うんですけれども、この粘膜の内側をちょん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 っていう風に叩いていきます。どこまで入れるかっていうと、やっぱり目の3分の1内側ですね。ここまでちょん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 っていう風に引いていきました。あんまり太く引きすぎてしまうと目頭どうしたのってなっちゃうので、汚くなっちゃった時は、潔く一旦リップクリームなんかを綿棒に塗ってポンポンポンってこすると落ちるので、一旦落としてからまたパウダーつけて内側引き直しっていう風にするといいかなと思います。ビューラーはですね、まつげを全体的につけるときはあんまり必要ないかなと思うんですけれども、今回はまつげ目尻だけ切ってつけてるので、まずは上から根元1、2、中間1、2、毛先を1ぐらいの感じでキュッキュッキュッと3段階でビューラーで挟んでいきます。そうするとですね、まつげの持ち上がりがとても良くて、上からマスカラを塗るととても長持ちするのでやってみてください。下も同じようにビューラーをかけています。根元で1回、中間で1回、1、2、1ぐらいの感じでやってます。下の方はちょっと皮を挟みやすいと思うので気をつけながらほっぺとかにね、こうやって人差し指置いてずらしてやると非常に良いです。でその上からどんどんマスカラを塗っていくんですけれども、束になるタイプではなくて伸びるタイプのマスカラなんですね。伸びるタイプのマスカラを横にジグザグっていう風に塗っていくと、隣同士の毛と絡み合いつつも長く伸びてくれるので、そこそこボリュームが出ておすすめの塗り方です。この際の外側のところまでまんべんなく塗っていって、3、4回塗ったら多分乾いてくると思うので、目を半分にして内側の方だけちょっと毛先の方をペッペってむしると、長さが目頭から目尻に向かってちょっと長めになるので、その方がつけた影的に、アイラインで描いた影的にも綺麗に見えるかなと思います。まつげなんですけれども、束感のあるまつげを選びました。半分に切って目尻につけてるんですね。つける時のポイントとしては、こういう風にまつげって目頭と目尻で長さが違うんですね。半分に切ると目頭の短い方と目尻の長い方とどっち使えばいいのってなるんですけど、外側にこう流れを作りたいので、内側が短くてだんだん長くなっていく方が綺麗に見えるんですね。なんで目頭側の方を使いました。目頭側の短いところから自分の目の真ん中につけていって、自分の目尻がちょっとはみ出したところまでですね、目尻のラインに沿ってつけていきます。全体的にもう目が完成してきたので、あとは足りないところに硬い方のアイライナーと柔らかい方のアイライナー両方うまく使い分けてちょんちょんちょんと叩くような感じで少しずつ微調整をしてあげてください。ハイライトはですね、今回パールの細かいラメを使いました。エチュードハウスのパウダーです。ちょっと大きめのブラシですね。このぐらいのブラシでポンポンとつけて、鼻、それからおでこ、眉毛と目の間、頬骨の高いところ、顎で、なんとなくこの延長で鼻の下とかにペッとつけて、でこれでハイライトは完成。つり目メイクはちょっとツンとした印象にしたいなと思ったので、今回はハイライト淡めのシャドウが濃いめっていう風に作ってみました。なので自分の置きたいノーズシャドウのところに1本ピーピーっていう風に最初シャドウを置きました。なんとなくここまでパッキリみたいな感じで分かれたら、指でポン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 とぼかすような感じで
内側にだんだん伸ばしていきます。鼻を伸ばしたら今度は眉毛の下ですね。ちょっとでも外側が上がって見えた方が可愛いので、眉毛の下、アイホールですね。ちょうどアイホールのところにキューッとシャドウを入れてます。アイメイク自体はそんなにキュッと上がってるわけではないので、外側からこうやって際を作っていって、なんとなく雰囲気的に目尻を上げていくようなイメージで色を置いてます。眉毛はですね、自分の今ブロンドなんですけど、ブロンドに合わせてちょっと濃いめの色を置いてみました。オレンジをまず最初にポンポンポンと置きまして、目頭から目の真ん中ぐらいまでポンポンと塗っていったら、今度は茶色ですね。茶色のアイブロウで目尻を描いていきます。当たり線みたいな感じで、この辺まで描けばいいかなっていうのをポンと一本横に置いてみて、良さげだったらそこに沿うように三角形をイメージして描いていきます。自分の髪色からちょっと薄い色を本当は選ぶといいんですけど、今日は私の髪色がすごく薄かったので、逆に濃いめの色をチョイスしました。髪の毛はですね、前髪をまずは横にキュキュッと全部ピンで留めてまとめまして、スイマーのお風呂入る時用とかのヘアバンドをかぶって前髪を隠すように巻きました。で、頭にちょっとボリュームが欲しいと思ったので、巻いてあった髪の毛を2つに結びまして、そこから小さなお団子を作りました。で、小さなお団子を作ったら、その上からリボンをつけたりだとか、ボリュームのある髪をまとめるアイテムを使ったりだとかして、賑やかな髪の毛、そして下はなんかくす玉みたいなおめでたいイメージでヘアメイクをしてみました。次はチークですね。ちょっと濃いめ、ホットピンクの練りチークなんですけれども、これは結構優秀でですね、発色がいいんですね。とてもスポンジのパフなんかでポンポンと取って目に沿うように、そして頬骨から髪の毛側に向かうように上げ上げな感じで塗っていきます。やっぱ目の黒目のところから耳の方まで5センチぐらいですかね、ポン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 と伸ばしています。シェーディングはですね、一番暗い色です。結構大胆にもみあげのところからガーッと塗ってます。耳から目までの約半分ぐらいを塗ってます。だんだん細くなっていって、顎までかからないぐらいですね、塗っていって、ちょっとおまけにこめかみのところとか塗ってあげると良いかなと思います。最後にリップなんですけれども、薄いオレンジの方からまんべんなく塗っていきまして、全体的に塗れたらですね、今度は濃いめのピンクを一回り内側に塗っていきます。目はつり上がって辛め、口元はピンクでちょっと可愛らしくっていうのがポイントです。皆さんいかがでしたでしょうか？このメイクのポイントはですね、辛くなりすぎず甘辛ミックスで進めていくと可愛く仕上がると思います。他にもたくさん動画上がっていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまたね。うまく甘辛ミックスで収めていくことになります。ごめんなさい、もう一回いいですか？このメイクのポイントで、ごめんなさい、もう一回いいですか？噛んじゃった。仕上げていくと可愛く、甘辛ミックスでいくとうまく仕上がります。 OK です